X の方でもポストしたんですけど、昨年末に牧野フライス製作所さんのアフタージムトフに参加してきました。でそこでですね、1個すごくびっくりした展示がありまして、業界では普通なのかもしれないですけど、個人的に金型業界あんま知らないんで、びっくりした展示がありまして、何かっていうと V900 っていう結構大きめの縦型マシニングセンターが展示されてて、でそこの加工サンプルがね2つあって、粗の加工サンプルと仕上げの加工サンプルで、要は大きな1台の機械で粗から仕上げまでできますよっていう、機械変えなくてもできますよっていう、コンセプトの展示だったんですね。でその仕上げの方のある一部分見てみると、なんか変な模様がついた仕上げがされたんですね。でこれ何ですかっていうふうに担当者の方に聞いたら、これ可色加工ですっていうふうに言われて、プラスチックで革とかそういった素材を再現するための可色切削加工っていうのが施された部分だったんですね。それが結構面白かったんで、今回はこの改造した卓上新牛フライスで再現できるのか検証してみたいと思います。工房の中にあった可色加工された製品をいくつか集めてみました。主にプラスチック金型に使われる加工なので、こういったプラスチック製品には何かしらの可色が施されていることが多いっぽいですね。特にこういった工具なんかのグリップの部分には滑り止め効果のために何かしらの可色が施されていることが多いっぽいです。あとは衣装性とか装飾性とかにも関わってくる部分なので、こういったパッケージの表面とかプラスチックケースの表面にも何かしらの可色がされています。これ何の模様なんですかね。はい、でこの可色加工の面白いところがですね、製品自体はプラスチックなんですけど、触った感じが本当に革みたいな質感になるんですよ。この可色加工の加工方法いくつかありまして、脂肪加工とかエッチング加工とか呼ばれたりするんですけど、薬液に金属をねつけて腐食させて凸凹をつけるとか、型彫り放電のスパークした時の表面が果物の梨の表面のザラザラに似てて、それを梨地って言ったりとかですね。あとはレーザーでその可色をしたりとかすることがあるみたいです。で今回は可色切削加工なので、切削するにはモデルが必要になります。で今回革用意してるんですけど、この革をモデリングするのはさすがにちょっと骨が折れるので、レボポイントさんの 3D スキャナー、こちらを使ってみようと思います。付属の三脚のこの部分、ここにも可色加工が施されてました。はい、こちらレボポイントメトロ X という新しい 3D スキャナーで、スタンダードセットの価格は15万9400円となっています。主なスペックとしては14本のブルーレーザー交差ラインというクロスのレーザーが14本搭載されていて、7本のブルーレーザー平行ライン、平行のラインも7本搭載されています。さらに62本のブルーフルフィールド構造光というのも搭載されていて、面白い機能がですね、これ自動ターンテーブルスキャンモードが搭載されているんですね。で今まではスキャンテーブルとスキャナーが別で動いていて、スキャンしていくっていう感じだったんですけど、これが連動して動くので、スキャンテーブルの回転に合わせてスキャンしてくれるので、スキャンの精度もかなり上がってくるんじゃないかなと思っています。で詳しいスペックに関して言うと、オブジェクトサイズは小型か中型なので、これくらいになるかなと思います。でシングルフレーム精度は最大で 0.01mm、シングルフレーム正確度は最大で 0.03mm、体積精度は 0.03mm プラス 0.1mm×L、メートルですねとなっています。であと最大スキャンサイズが別にあるんですけど、これは1立方メートルとなっています。深度解像度は最大で200万画素で、かなりスペック高そうなんですよ。1秒間に数百万のポイントをスキャンできるとか書いてあってすごいんですけど、ちょっと注意点がありまして、精度がすごい高くてスペック高いイコール PC 側も結構頑張らないといけなくなっていまして、要求スペックとしてはこんな感じですね。快適にスキャンしたい場合はより高性能な PC を用意した方が良さそうです。こんな感じでセッティングができました。凹凸ほぼないんで
別にターンテーブル使うまでもないんですけど、自動ターンテーブルスキャンモードを使ってみたいんで、こんな感じになってます。で、もうこれポチッと押すだけで回りながらもうスキャンしてくれるそうなんですけど、では、いきます。ポチ。ターンテーブルとこのスキャナー本体が PC かながなんか Bluetooth か何かでつながってるっぽいんですよね。基本的に電源がつながってるだけなんですよね、ターンテーブル自体は。すごい。これいいですね。完璧じゃない？ここで一時停止して、完了。どうでしょう。凹凸がね、ほぼないんでね、これ。どうなってるか。本当にコンマ1あるかないかぐらい。こんな感じです。この状態はただの、ね、点群なんで何の形状にもなってないんですけど、ここからこのソフトレボスキャンのメトロ X 専用のやつですかね、これを、ワンクリック編集でモデル化することによって点群を融合ですねするとメッシュ化か、この後はモデル化ですね。さすがに点群多いんで時間かかりそうですけど、でも残り推定1分とかですね。モデルが小さいから、点群データがここに載ってました。18万9181の点を、取ったと。頂点数は42万7000。とんでもない数。おえぐちょっと、これ直撮りで伝わってるのか。すごい。完璧じゃないですか、これ。以前ね、恐竜の鱗のフィギュアのね、やつ撮ったりして、その時はスプレーをね、恐竜のフィギュアにやってたんで、凹凸がすごく、できてはいたんですけど、ちょっと潰れちゃってたんですよね。これでも完璧にすごいここまで撮れんのすごいな。今両手使ってめっちゃラフにスキャンしてるんですけど、トラッキングは外れないですね、これでも。ゆっくりは一応動いてますけど、めっちゃ雑です。でも、ずれないし、トラッキングも外れないですね。ここはやっぱ影になって暗くなってるんで撮れないと。でもそれぐらいじゃないかな。もう撮れましたね。多少のねズレはありますけどこのレベルでほんの数分ですけどね、1分2分ぐらいでこのレベルでスキャンできます。血管もすげえ。スキャンしたメッシュデータはオートデスクフュージョンにインポートしてから CAM 機能を使って加工パスをつけていきます。3D 加工の中の操作線加工を使っていきます。使用する工具は 1π のボールエンドミルで、回転数25000回転でなってるんですけど、実際は12000回転が上限なので12000回転で加工します。切削ピッチは 0.2mm で、Z 方向の最大切り込みは 0.15 で、3パスぐらい走る感じになってます。はい、準備ができましたので、これから加工していくんですけど、前回からいろいろと変更点がありますので、順番にご紹介します。まず制御ソフト、こちらがですね、今までは Candle というフリーソフトを使ってたんですけど、CNCJS という同じくフリーソフト、こちらがかなり優秀というか見やすいということ、評判が良かったので、こちら導入してみました。もうパッと見でね、見やすくて操作性も直感的で分かりやすいんで、かなりおすすめです。で、あとは、スピンドルとスピンドルホルダー。こちら、知り合いの方にいただいたので、変更しました。
ワット数自体は500ワットから400ワットに減っちゃっているんですけど、なんか回した時の音がかなり静かだったんで、こっち採用してみました。短くここがねなった分軽くなってるんで、それはそれでいいかなと。ここアルミ製のスピンドルホルダーになったんで重たくなったんで、プラマイゼロ。でも合成は上がってるんで、こっちの方がいいかなと思います。で、あとは、そう、ステッピングモーター。これ地味に変わってます。パッと見分かりづらいんですけど、今までのこれだったんですけど、一回りっていうのかな。ワンランク、上のやつに付け替えてみました。トルクがアップするはずなんですが、実はステッピングモーター変えるときに本当はドライバーも交換しないといけなくて、これドライバーがセットになったコントロールボードなんですけど、これに付け替えたかったんですけど、なんかこれに付け替えるとうまく動かなくて、ちょっともう断念して、本当はね、良くないんですけど、もうドライバーそのままでステッピングモーターだけ XYZ3 軸入れ替えてみました。焼き切れたりするかもしれないんですけど、やってみます。荒加工が終わりました。なんとなくぽい感じにはなってきましたね。で、次はより小径のこちら 0.4π のボールエンドミル。これで仕上げていきます。で、仕上げ方向も90度回転させて、さっきはね、こういうふうに縦に走ってたんですけど、次横に走ることによってよりこの形状をきれいに仕上げようと思います。切削のピッチももっとね細かくしていってピカピカに仕上げたいと思います。粉みたいな切れ子が出ています。なかなかいい感じですね。表面に仕上げるには多分回転数がねどうしても足りないんで、どこまで仕上がるかっていうところですけど、はい、0.4πのボールエンドミルで縦と横に細かい仕上げを行っていい感じに仕上がったんですが、ここからさらにワンランククオリティを上げるために革製品特有のこういった糸ですね、これをわざわざモデリングしてみたんで追加で行ってみます。いきます。ようやく完成しました。ざっと2時間ぐらいは削ってたんですかね、トータルで。どうでしょう。パッと見、なんですかね、なんとも言えないですけど、ただこれで終わりじゃないです。こっから金型なんで、実際に樹脂を流し込んで、その流し込んだ樹脂が革っぽくなるのか、そこまでねやりたいと思います。では電気炉でプラスチックを溶かしていきます。今回は、普通のペットボトルのキャップですね。うわ、すっごいグミみたい。なんかこういう色の歯磨き粉昔ありましたよね。今もあるかな。
おー。おー。なんとも言えない。3、4、5。お、めっちゃ綺麗。綺麗そう。おお、いいですね。だいぶ分かってきました。10。さて、どうかな。パッと見はいい感じですけど、結構反りがすごいですね。めっちゃ反ってる。問題はこっち側。お、綺麗。めっちゃ綺麗じゃないか。革っぽい。よいしょ。はい、いい感じです。あたたたた。おお。去年だったか一昨年ぐらいに買ったホンダの CBX120F。このバイクのエンジンがね、面白くて、単気筒の DOHC4 バルブエンジンで最高出力が17馬力で、なぜかキャブが2個ついてるプライマリーとセカンダリーね、変わったバイクなんですけど、復活させて乗ろうかなと思ってたんですけど、パーツがね出ないと。で、特にインシュレーターがもう出ないらしくて、で僕のこれももうバキバキに割れちゃってるんですよ。なんかアルミにゴムみたいなのが接着されてたっぽいんですけど、これがもう硬化しちゃってバキバキで、もう使い物になんないんで、これをなんとかしないといけないので、このパーツをスキャンして代わりになるような部品を作って、この部分を復活させようと思います。こういったバイク部品なんかは光沢があったり黒ずんでる部分があったり、左右対称でできてて、特徴がねつかみにくいということがあるんで、付属のステッカーなんかをね貼ってあげると非常にスキャンしやすくなります。全体的にねまんべんなく貼れたら貼った方がいいですね。でこのステッカーもなんか昔のに比べて貼りやすくて剥がしやすくなってるんで、製品にも跡が残りにくいですね。であとはですね、アドバンスセットを購入されるとこういったマーカーブロックキットも付属しているので、こういったのと併用して使うとさらにスキャンの精度だったりスキャンのしやすさが上がってきます。ちなみにこのマーカーブロックは一部がマグネットになっているので、こんな風に鉄であればひっつけることができます。では行きます。最初は形状が全然わかんないんですけど、徐々に出てきます。で今画面にオレンジの部分と緑の部分があると思うんですけど、つぶつぶが全体が緑になるまでスキャンしてください。オレンジのままだと良好なスキャン結果は得られていません。スキャンのコツとしてはですね、対象物とスキャナーの距離、これを一定に保つ必要があります。もうほぼ片側終わったんで、上の方に移動します。はい、できました。どうかな。いいですね。めちゃくちゃいい。穴位置とか必要な寸法を全部取れてるんで、全然 OK ですね。で、余計なこのね、プレートのやつとか、ブロックとかは、投げ縄ツールで、もう大雑把にガーッと選んでもらって、でデリートキーで削除できますんで、もうちょっとねマウスとか使ってちゃんときれいにやればかなり良好な 3D モデルを得ることができます。
はい、家の 3D プリンターで何度か試作品作って、DMM.Make さんの PA12GB という素材で作ってもらいました。ガラスビーズを含んだナイロン素材で、耐薬品性、耐熱性ともに、問題ない材質だったんで、大丈夫かなと思いますけど、耐久性とかはちょっとわからないですね。アルミよりは絶対弱いんで、しばらく使ってみてどうかという感じです。光沢モードを使うと、こういったバイクのアルミ部品も簡単にスキャンすることができました。非常にいい感じですね。今回黒っぽい製品と光沢のある製品はそれぞれいい感じにスキャンできたんですけど、あえて一番難しいとされる黒っぽくて光沢もある製品スキャンしてみたところ、やっぱりうまくいきませんでした。これはやり方が悪いのかもしれないので何とも言えないんですけど、僕はうまくいきませんでしたね。なので黒っぽい製品単体か光沢のある製品単体、もしくはそれ以外の普通の製品をスキャンするのがいいのかなと思います。どうしてもスキャン結果が良くない場合は、このようにスキャン用のスプレーかマットホワイトのラバースプレーをするといい結果が得られます。はい、というわけで元激安卓上 CNC フライスとレボポイントメトロ X という 3D スキャナーを使って可色切削加工を用いたプラスチック金型のようなものを作ってみました。金型って言っちゃうとちょっとねクオリティが全然残念な感じなんで言えないんですけど、個人的には満足いく加工ができたかなと思っています。というのもですね、0.4 パイのボールエンドミルって会社員時代でも本当に数えるほどしか使ってこなかったんで、それをねこれで使うわけでしょその主軸のフレームもちょっとあるし、精度もそんなにいい機械じゃないんで、もうアプローチの瞬間に折れるとか加工中にいつの間にか刃がないみたいなことが起こるかなと思ってたんですけど、被作材がアルミ2017ってこともあって、あとは条件もねかなり落としてたんで、思ってた以上にはうまくいってます。こんなんですけど。はい。で、スキャンの質感、革の質感の再現に関しては、もうこれないと絶対できないんで、もうこんなんね、モデリングしろって言ったらもう発狂しちゃうんで、これがあってよかったなって、本当にないと無理。トラッキングがね、なんか外れにくいんですよね。昔のやつは、ちょっとね、ラフに動いちゃうと、また最初からだみたいな感じでトラッキング外れちゃってたんですけど、トラッキングは外れにくかったです。ちょっとびっくりしました。で、スキャンの精度もかなり高いんで、使い方としては、普通のスキャン、あとはテクスチャーをスキャンして、それを何か、今回のような感じで応用して使うみたいな使い方もかなり面白いかなと個人的には思いました。という感じで、今回の動画面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方お願いします。で、こちら、レボポイントメトロ X なんですけど、クラファンはもうすでに終わってるそうなので、ホームページの方、概要欄に貼ってますので、ぜひこちら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。